前、静岡県の新井宿から愛知県の宮宿まで東海道、そして桑名宿まで新東海道を走りました。今回は桑名宿から三重県内の東海道を走ってみたいと思います。ゴールは滋賀県との県境である鈴鹿峠です。おはようございます。私は今、三重県桑名市にある桑名総社に来ています。雨の日分けの御事を祀る中富神社と、天津彦根の御事と雨のくぐしびの御事を祀る桑名神社の2つの神社からなる珍しいタイプの神社です。この神社で毎年8月に行われる石鳥祭りはユネスコ無形文化遺産に登録されています。石鳥祭りは午前0時に各町内の祭社が太鼓などを一斉に打ち鳴らすため、日本一やかましい祭りとも言われています。立派な楼門は平成7年に復元されたものです。なんだか今にも雨が降り出しそうな天気です。例年であればまだ梅雨明けしていないので、ドライブはもう少し先の予定でした。しかし最近は晴天が続いており、梅雨明けしたらしいと聞いたので、来てみたらこれです。今回からは走行距離と燃費を測定してみたいと思います。まあ最初からやっておけという話ではありますが、思いついたのが数日前なのでしょうがありません。まずは宮宿と桑名宿を海路で結ぶ七里の私後からスタートします。江戸から数えて42番目の東海道の宿場町である桑名宿は宮宿に次2番目の大きさの宿場町でした。桑名城の城下町でもあるため、道は可燃手となっています。京町交差点を越え、ここからはメインの通りである県道613号から1本外れた道を南に進みます。ここも道が可燃手となります。ここ茅町では逆向きの一方通行となり、旧街道も一部喪失しているため迂回します。本来のルートに戻り西に進みます。国道1号を渡ります。ここからゴールまで国道1号に沿って走ることになります。矢田の立場からは南西に進みます。安長の集落に入ります。三重県のお土産として赤福の次くらいに有名な安長餅はここが発祥です。国道258号の下をくぐります。本来の東海道はここから町屋橋で稲部川を渡りますが、国道1号線に迂回します。稲部川を渡り三重郡朝日町に入ります。三重県では一番面積の狭い自治体です。東海道に戻り直の集落を走ります。左には直の一里塚跡があります。近鉄名古屋線の線路を渡ります。旧朝日村の集落を走ります。
天武天皇がこの地で朝日を拝んだであろうというふわっとした名前の由来のようです。柿の集落に入ります。この辺りで結構雨が降り出したので30分ほど待って動画を撮り直しています。この先また雨が降って動画がお蔵入りにならないことを願うばかりです。伊勢湾岸道と北西バイパスをくぐります。朝木川を渡り四日市市に入ります。県庁所在地である津市よりも人口が多い三重県の最大都市です。四大公害病があまりにも有名なため市名にあまりいい印象はないかもしれませんが、現在ではコンビナートのナイトクルーズなども人気です。牧田の集落を走ります。JR 関西本線と三岐鉄道を越え西富田の集落に入ります。右には富田一里塚跡があります。旧富田村の中心地を走ります。目の前で煽りやおられの攻防が繰り広げられています。こんな細い道でやめてほしいです。持福の集落では道が可燃手となります。クラクション鳴らして去っていきました。関わらぬが基地です。右には八幡の常夜灯があります。この辺りの東海道は伊勢神宮への参拝の道も兼ねていたため常夜灯がよく見られます。左には旧東海道の松並木の松が1本だけ残っています。三重県内には東海道の松並木はほぼ残っていません。旧羽津村の集落を走ります。ここからは国道1号を走ります。正面には三ツ谷一里塚跡があります。本来の東海道はここから海蔵橋で海蔵川を渡ります。江戸から数えて43番目の東海道の宿場町である四日市宿に入っていきます。歌川広重にも描かれた御嶽川を渡ります。左には長持ちの笹井屋本店があります。安長持ちに見た目は似ており、こちらも三重県の定番のお土産です。四日市宿の黒川本陣があったところを通過します。国道1号に戻ります。ここから本来の東海道は右の商店街の中を通るため徒歩で撮影します。諏訪神社の前から商店街に入ります。ここ表参道諏訪前と表参道諏訪境商店街は諏訪神社への参道でもあり、すでに江戸時代には形成されていたと言われています。昭和レトロな雰囲気も漂っており、いい感じです。右には四日市の祭りで登場する大入道の縮小版である中入道がいます。祭りで子供にトラウマを植え付けていくスタイルです。
ちなみに四日市でよく見かけるこいつは哺乳動くんです。こいつをいじめるとさっきのやつが出てきます。車の映像に戻ります。浜田の集落を走ります。近鉄名古屋線の下をくぐります。旧常盤村赤堀の集落を走ります。樺家川を渡り旧日長村に入ります。先ほど紹介した三重名物長持ちの長は長いからではなくここ日長の長らしいです。天白川を渡ります。すぐ左には国道1号線が走っているため渋滞を避けた通り抜けの車が多いです。まあ旧街道あるあるではあります。右には江戸から100里目である日長一里塚跡があります。左にまた1本だけ東海道の松並木の松の木が残っています。泊の集落を走ります。国道1号に出ますが右折禁止のため回り込みます。ここ追分交差点で東海道と伊勢神宮へ向かう伊勢街道が分岐します。左には伊勢神宮の養廃所があり伊勢まで行けない人はここから拝んだそうです。四日市あすなろう鉄道の線路を渡ります。なんだか明日から本気を出すみたいな名前です。旧宇都部村の集落を南西に進みます。ここ小ボスではまた道が可燃手となります。やっと天気が回復してきました。もう雨の心配はなさそうです。お蔵入りの危機を脱し一安心です。宇都部川を渡るため迂回します。国道1号と国道25号の重複区間に出ます。国道を外れうねめの集落に入っていきます。杖付坂と呼ばれる急な坂道を登ります。名前の由来は大和武尊の命が統制の帰りに剣を杖にしてこの坂を登ったからと言われています。なんか以前走った下街道にも似たような由来の地名がありました。ちなみに疲れ切った大和武尊の命はここで自分の足が三重に折れ曲がってしまったようだと言ったそうです。これが三重県の名前の由来であると言われています。うねめの一里塚跡の前を通り過ぎます。ここから再び国道1号と国道25号の重複区間を走ります。国道を外れここから鈴鹿市に入ります。本日のゴールは鈴鹿峠ですが鈴鹿市ではなくまだまだ先です。国道に戻ります。本来の旧街道はこの右ですが中央分離帯があるため迂回します。江
江戸から数えて44番目の東海道の宿場町である石薬師宿に入ります。宿場となったのは宿駅制開始から15年後と比較的遅めにできた宿場です。右には小沢本陣跡があります。さらに右にはタイムレコーダーでおなじみ天野の創業者の天野記念館があります。私もお世話になりました。さらに右には石薬師文庫と佐々木信綱記念館があります。佐々木信綱は明治時代の歌人であり、石薬師文庫は彼が寄贈しました。国道を渡ります。石薬師寺に立ち寄ります。石薬師寺の創建は約1200年前と言われていますが、一度は織田信長軍の攻撃によって消失しています。しかしその後再建され、歌川広重の東海道53次にも描かれ、本堂は文化財となっています。左には石薬師の一里塚跡があります。この辺りの東海道は JR 関西本線の線路によって一部喪失しています。国道の下をくぐります。国道に戻ります。石薬師宿から次の宿場までの間隔は東海道では五湯赤坂宿間に次いで2番目の短さで約 3km です。江戸から数えて45番目の東海道の宿場町である小野宿に入ります。小野宿は東海道の中では最後に設置された宿場であり、これにより東海道53次が完成しました。左には小野宿資料館があります。建物は江戸時代に油問屋を営んでいた旧小林家住宅が利用されています。右には本陣と高札場跡があります。国道を横切るために地下道をくぐります。県道643号の下もくぐります。組河原の集落を走ります。中富田一里塚跡を通過します。旧板川村の集落を走ります。安楽川を渡ります。この川を 2km ほど遡ったところにある野母の大塚古墳は大和尊の命の墓とされています。大和尊の命はそこで亡くなり埋葬され、棺から白鳥が飛び立ったと言われています。白鳥については本当と思われるかもしれませんが、墓は宮内庁が事情しています。本来のルートはこのまま JR 関西本線の線路を渡りますが、車が通れないため迂回します。ここから亀山市に入ります。以前はこの市で生産されるシャープの液晶テレビは世界の亀山ブランドとして名を馳せていました。しかしその後の日本の液晶事業の衰退とシャープの本廃の子会社化などはご存知の通りです。国道を渡り河合の集落に入ります。三重県の方言は三重弁と呼ばれる関西弁と名古屋弁のハイブリッドのような言語です。例えば関西弁のせやからと名古屋弁のだもんでが混じったせやもんでという言い方があります。しかし
ここ亀山あたりまで来ると関西要素が濃く、愛知県民の私からすればほぼ関西弁に聞こえます。それでもまあコテコテの関西人からすればやはり違和感は感じるのかもしれませんが、和田の集落を走ります。右には和田の一里塚跡があります。しかしこれは復元されたものです。本来のルートはここ栄町交差点を直進ですが、寄り道をします。亀山ろうそくタウンストアに到着しました。亀山市は全国でも有数のろうそくの生産地です。もしかしたらろうそくダッサッと思われたかもしれません。しかし有名デザイナーが手掛けた店内はおしゃれの極みであり、ろうそくの固定概念を覆されること間違いなしです。映えスポットもあり、若者にも人気の亀山の新しい観光スポットです。販売されている商品もディズニーとのコラボやミルキーやワンカップの香りのする線香などバリエーションが豊富にあり、お盆には個人も喜ぶことでしょう。では東海道に戻ります。江戸から数えて46番目の東海道の宿場町である亀山宿に入っていきます。亀山は明治に鉄道が通って以来鉄道の町として栄え、現在でも亀山駅は JR 東海と JR 関西の境界です。かつての街道は今は商店街となっています。この左あたりが本陣のあったところです。亀山宿は亀山城の城下町でもあり、三重県内の東海道としては珍しく、道は複雑な可燃手となっています。他の宿場町に比べてもこの辺りには昔の町並みがよく残されています。野村の集落を走ります。正面には亀山城の外堀跡があります。亀山城は豊臣秀吉の時代に天守など城の主要部分が作られました。しかし江戸時代には丹波亀山城と勘違いされ、天守がぶっ壊されました。天守のあった天守台には後に多聞櫓が建てられました。右には野村一里塚があります。三重県内では唯一原型をとどめる東海道の一里塚であり、国の史跡にも指定されています。旧神戸村府家を走ります。高架橋で JR 関西本線の線路を越えます。太閤寺縄手と呼ばれる鈴鹿川沿いの直線の道を走ります。名阪国道と東名阪自動車道の下をくぐります。だんだんと鈴鹿山脈が近くなってきました。天気もすっかり回復し暑くなってきました。国道に戻ります。ここから江戸から数えて47番目の東海道の宿場町である関宿に入っていきます。関の名前は日本三関の一つである鈴鹿の関に由来します。本来のルートはここを直進ですが、昼も過ぎているため休憩します。伊勢別街道沿いにあるレトロな食堂伊勢路で昼食です。亀山名物である亀山味噌焼きうどんを食べました。うどんにご飯と思われるかもしれませんが、甘めの味噌だれが白米によく合います。これで600円はかなりお値打ちです。食後に近くにあるひまわり畑に立ち寄りました。初めて来た場所なのに懐かしいような郷愁を感じます。では関宿に戻ります。
関の町並みは国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、東海道の宿場町の中でもよく昔の景観が保たれています。関の山という言葉がありますが、語源はここ関の祭りに使われる山のことです。もともとはこれ以上なく立派という意味で使われるようになった言葉のようです。右には川北本陣跡、左には伊東本陣跡があります。右の郵便局には高札場跡があります。車を止めて散策してみます。関宿旅籠玉屋歴史資料館は関の三大旅籠の一つである玉屋の建物を利用した資料館です。また共通券で入れる関町並資料館は伝統的な町屋を利用した資料館です。いずれも館内は当時の生活が再現されています。また長官邸からは関宿の町並みを上から見ることができます。引き続き関宿を走ります。関宿の西側はあまり観光地化されておらず静かです。来週には関宿祇園夏祭りが行われるようなので、この通りもにぎわうことでしょう。ここ関宿の西端から国道25号は大和街道となり奈良方面に向かうため、ここからは国道1号の単独区間となります。国道を外れ一ノ瀬の集落を走ります。鈴鹿峠へと登っていきます。よく三重県は関西であるか東海であるか議論になることがあります。木曽三川を境目とすれば関西ですし、ここ鈴鹿山脈を境目とすれば東海でしょう。一ノ瀬一里塚跡の前を通過し、沓掛の集落に入っていきます。鈴鹿川に沿って峠を登っていきます。鈴鹿峠は東海道では箱根に次ぐ難所と言われています。険しい鈴鹿山脈の中でも鈴鹿川が削った最も低いところを東海道は通っています。ここから江戸から数えて東海道48番目の宿場町である坂下宿に入ります。左には本陣跡の碑があります。本来の坂下宿はここよりもっと先にありましたが、1650年に土石流により壊滅したためこちらに移転されました。ここからは国道1号の側道を走ります。新井屋の一里塚跡を通り過ぎます。ここからは車を止めて徒歩で鈴鹿峠を登ります。本日の走行距離は73.5キロ、燃費はリッター 12.1 キロでした。ずっとした道を走ってきた割には、まあまあの燃費ではないでしょうか。今回も別で等速の動画が用意してありますので、よろしければご覧ください。この辺りはこの先にある片山神社へと続く参道も兼ねています。道は舗装されているため、もしかしたらもう少し先まで車で入ってくることもできたかもしれません。けどまあ、初見の道なので不測のリスクを避けるのが正解です。
天候は回復しましたが、午後なので湿気がすごく、汗が止まりません。これは熱中症厳重警戒です。鈴鹿峠の天候の変わりやすさは鈴鹿マゴータにも謳われており、昔から旅人を悩ませてきたようです。この辺りが本来の坂下宿があったところのようです。かつてはこの峠には山賊が頻繁に出没したそうです。今昔物語には商人がこの峠で山賊に襲われた際に飼っていた蜂で撃退する話があるそうです。平安時代から虫使いという属性はあったのですね。まあ今日の私は虫除けスプレーを全身に振りかけているため、まず助けてくれなさそうですが、片山神社の前に到着しました。ここからは山道となります。つづら折りの道を登っていきます。ここから足元は石畳となっています。これだけ急坂で山の中を通る道は、今日の東海道ではあまり見られなくなった風景かと思います。階段が現れました。上には国道1号鈴鹿峠バイパスが走っているため、旧街道は付け替えられているようです。再び山に入ります。松尾芭蕉の句碑があります。旅に出ようと決めて初めて来たよね鈴鹿山的な意味のようです。まあ私も同じです。馬の水飲み場跡の前を通過します。再び道がつづら折りになります。もうかなりしんどいです。前回の姫街道に比べれば距離的には大したことはないので軽く見ていましたが、暑さが桁違いです。夏にやるもんじゃありません。かなり登ってきました。ここまで来れば頂上まであと少しです。最後の気力を振り絞って登っていきます。かつて鈴鹿峠は東の箱根、西の鈴鹿と呼ばれた東海道の難所であり、名神高速道路も東海道新幹線も迂回せざるを得ませんでした。現在では国道1号線に鈴鹿トンネルがあり、さらに新名神高速道路が鈴鹿山脈をぶち抜いたため、この険しい坂道を徒歩で登る必要もなくなりました。本日のゴールである鈴鹿峠の頂上に着きました。奈良に都があった頃は大和街道が東西のメインルートでしたが、西暦886年に新たにこの道が開かれ、阿諏訪道と呼ばれました。三重県から滋賀県に入ります。旧国名も伊勢から近江となります。次回に続きから始めやすいように車の入れるところまで行っておきたいと思います。茶畑の中の道を歩きます。土山茶でしょうか。次に来た時にはいただいてみたいと思います。万人工常夜灯に着きました。四国の金毘羅神社の常夜灯で行商人の信者が火を灯していたそうです。次に東海道を走るときには西端の京都まで行けそうです。
ご視聴ありがとうございました。